エデンの園を追われたアダムとエバは、新たな土地で生活を始め、汗水を流しながら生計を立てる日々を送っていました。その彼らに、やがて新しい命が授けられました。最初に生まれた子にカインと名付けたエバは、神の助けを借りて男の子をこの世に生み出した喜びを感じました。カインはアダムとエバにとって最初の子供であり、彼らの希望と期待が詰まった存在でした。しばらくしてエバは再び子供を授かります。二人目の子供はアベルと名付けられ、カインの弟として育てられました。兄カインと弟アベルは、両親のもとで成長し、それぞれが異なる役割を担うようになりました。カインは土を耕し、畑で作物を育てる農業を担当しました。彼は大地と向き合い、毎日粘り強く種をまき、収穫を得るために努力を重ねました。彼にとって、土の感触や成長する植物を見ることは、自らの労働の証であり、誇りでもありました。一方、弟のアベルは牧畜を任され、羊の世話をする日々を送っていました。アベルは動物たちに愛情を持って接し、特に初孫となる羊たちを大切に育てました。彼は羊たちと共に移動し、草原で彼らが草をはむ姿を眺めながら、神とのつながりを感じていました。アベルにとって羊たちと過ごす時間は、単に仕事をするだけでなく、自分の魂を豊かにするひとときでもあったのです。こうして、兄弟はそれぞれ異なる道を歩みながらも、互いに協力し、家族として支え合う生活を続けていきました。時が経ち、カインとアベルはそれぞれの仕事に勤しみ、家庭に貢献し続けました。また、神に感謝の気持ちを示すため、自分たちの労働の成果を捧げることも、兄弟にとって重要な儀式でした。ある日、彼らは神への捧げ物を用意し、それぞれが神の前に捧げ物を捧げる機会を迎えました。カインは畑で収穫した作物の中から、数種類の果物や野菜を選び、それを神に捧げ物としました。しかし、彼が選んだものは、最も上質なものではなく、作物の中でもそれほど目立たないものを手にしていました。カインの心の中には、神に対する思いや信仰がどこか不足しており、彼の捧げ物はただの形式に過ぎなかったのです。一方、アベルは大切に育てた羊の中でも、特に初めて生まれた初子を選びました。そして、その中でも最も脂の乗った部分、豊かな肉の部分を神に捧げました。アベルの心には、神への真摯な感謝と敬意が込められていました。彼は神に対して全身全霊をもって仕えようとし、自らの持てる最良のものを差し出しました。神はアベルの捧げ物を目にし、その純粋な信仰と誠実な心を喜んで受け入れました。アベルの心の中には、神への疑いや妥協が一切なく、その捧げ物は彼の魂の深いところから湧き出る感謝の印そのものでした。しかし、カインの捧げ物にはそのような純粋さが欠けていました。神はカインの形だけの捧げ物を見抜き、彼の心の中にある偽りや不誠実さに気づいていました。そのため、カインの捧げ物には喜びを示さず、受け入れなかったのです。神がアベルの捧げ物を喜び、カインの捧げ物には関心を示さなかったことに、カインは深い不満を抱きました。怒りと嫉妬が彼の心を支配し、彼の顔は暗く曇りました。そんなカインに神は静かに語りかけます。なぜ怒っているのか、カインよ、顔を曇らせるのはなぜだ？正しいことを行えば、必ず受け入れられるだろう。しかし、もし正しい行いをせず、心に不誠実なものがあるならば、罪は扉の前で待ち構えている。罪はお前を支配したいと願っているが、それを抑え、自らを律するのだ。神の言葉は、カインにとって警告と励ましでした。しかし、彼の心の中では嫉妬と怒りが渦巻き、神の忠告が届くことはありませんでした。カインの中で怒りの炎はさらに燃え上がり、弟アベルに対する不満と憎悪の念が深まっていったのです。カインは神からの言葉を受けたものの、
心の中に渦巻く嫉妬と怒りの念をどうすることもできませんでした。神が自分の捧げ物を受け入れず、弟アベルの捧げ物を喜んだことは、カインにとって大きな屈辱でした。彼は自分の行為を正当化しようとしながらも、心のどこかで自分の不誠実さを認めざるを得ない葛藤に苛まれていました。しかし、その葛藤はいつしかアベルに対する怒りと憎悪へと変わり、自らの心を深い暗闇へと引きずり込んでいったのです。ある日、カインはアベルに声をかけました。弟よ、一緒に野原へ行こうではないか。アベルは兄の言葉を疑うことなく、兄弟として喜んでついていきました。広い野原に着くと、カインは辺りを見回し、アベルに対する怒りの思いをさらに膨らませました。彼の心には、弟の純粋な信仰と神に愛される姿が自分に対する侮辱のように感じられ、それをどうしても受け入れることができませんでした。そして、嫉妬と怒りに飲み込まれたカインは、弟アベルに向かって突然襲いかかり、激しい怒りの中で彼を殴りつけました。アベルは必死に抵抗しましたが、カインの力にはかなわず、最後にはその命を奪われてしまいました。野原には静寂が訪れ、カインは弟の冷たい体を見下ろしながら、自らの行為の重大さに気づきました。カインの心には虚しさと後悔が押し寄せましたが、同時にその行為がもたらす影響の大きさに気づくことはありませんでした。彼の心に宿る憎悪は、自らの手によってその結末を迎え、アベルという存在をこの世から消し去ってしまったのです。それまでいつも自分のそばにいたアベルが、もはや二度と戻ってこないという現実を目の当たりにし、カインは一瞬の後悔と恐怖に包まれました。しかし、その後悔の念すらも抑えきれず、彼は自分が何をしてしまったのかを理解することを避けるかのように、その場から立ち去ったのです。野原には静けさと、アベルの命が失われた痕跡だけが残されました。アベルを殺めてからしばらくして、カインは不安と恐怖の中に沈んでいました。彼の心には深い後悔が芽生え始めていましたが、それでも自身の行いを完全に受け入れるには至っていませんでした。やがて、神が彼のもとに現れ、厳粛な声で問いかけました。カイン、お前の弟アベルはどこにいるのか？カインは神の質問に動揺し、そっけなく返事をしました。知りません。私は弟の守り人ではありませんから。しかし、神の眼差しはカインを深く貫き、その偽りの言葉を見破っていました。お前が何をしたのか、私には分かっている。お前の弟の血が大地から私に訴えかけているのだ。お前は自らの血族であり、信頼を寄せるべき弟を手にかけ、命を奪ったのだ。神の声には深い悲しみと怒りが混ざっており、カインの心に重く響きました。お前はこの大地から呪われ、地の恵みを受けることは二度とできないだろう。お前がどれほど汗を流しても、大地はその身を返さないだろう。そして、お前は永遠に地上をさまよう放浪者となるのだ。カインはこの厳しい裁きに恐怖を抱き、神に嘆願しました。私の罪はあまりにも重く、背負うことができません。この地を追われ、あなたの御前からも隠され、放浪者となるならば、私を見つけた者は皆、私を殺めるでしょう。どうかお慈悲をください。古代社会において、家族や部族内の絆は神聖であり、その秩序を乱す行為、特に殺人は、神や祖先の加護をも失わせる行為とされていました。殺人は共同体への裏切りであり、犯人は神からも人からも排斥され、呪われた存在とみなされました。犯した罪によって放浪の身となったカインは、共同体に属さず、神からも見放された存在として危険視され、他者からの攻撃を受ける恐れがありました。そんなカインの恐れに耳を傾けた神は、再び静かに告げました。お前を殺める者がいれば、その者は7倍の報復を受けることになるだろう。そうして神はカインに特別な印を与え、彼が他者に攻撃されないよう守りを施しました。カインは神から離れ、
心に深い孤独と罪悪感を抱えながら、エデンの東にある喉の地へと向かいました。彼はもはや家族も仲間もなく、神からも遠ざかり、ただ大地をさまよう運命を背負うことになりました。この印は彼にとって保護でありながら、同時に彼の罪の象徴でもありました。こうしてカインは、他者の目には呪われし者として生きることを余儀なくされ、彼が犯した罪の代償を一生背負い続けることとなったのです。その姿は、殺人がもたらす悲惨さと罪の重さを後世に伝えるものとして、古代の人々の記憶に刻まれました。カインは神の元から離れ、エデンの東にある喉の地で新たな生活を始めました。彼はそこで妻を迎え、やがて息子エノクが生まれました。カインは息子エノクのために小さな町を築き、その町に息子の名を付けました。カインにとって町を築くことは過去の過ちから逃れ、新たな未来を切り開こうとする試みでもありました。彼は罪の印を背負いながらも、次世代に少しでも良いものを残したいと願ったのです。エノクの後、カインの子孫は増え続け、その血統は様々な職業と技術を生み出しながら発展していきました。エノクの子イラデの子メフヤエル、メフヤエルの子メトシャエル、メトシャエルの子ラメクと、代々カインの家系は繁栄し、各地にその存在を広げていきました。特にラメクは、カインの子孫の中でもひときわ特徴的な存在でした。ラメクは2人の妻を持ち、1人目の妻アダと2人目の妻チラと共に家庭を築きました。アダはジャバルという息子を産み、彼は遊牧生活を行い、家畜を飼育する者たちの祖となりました。また、ジャバルの弟ユバルは、音楽に長け、弦楽器や笛を奏でる術を開発しました。ユバルは音楽の楽しみを人々に伝え、音楽を通じて彼らの生活に新たな喜びをもたらしたのです。一方、チラもまた息子、ツバルカインを生みました。ツバルカインは青銅や鉄の加工技術に精通し、鍛冶の技術を確立しました。彼は道具や武器を作り出し、これによって人々の生活は一層便利で効率的なものとなっていきました。ツバルカインの姉妹ナーマもまた一族の一員として生活し、その美しさと才知で多くの人々に慕われました。こうしてカインの子孫たちは牧畜、音楽、家事といった様々な分野での知識や技術を発展させ、文明を築き上げていきました。彼らが生み出した文化と技術は、単に物質的な豊かさをもたらすだけでなく、心に喜びと潤いをもたらすものでもありました。音楽の音色が響き、家畜が草原に満ち、道具と武器が人々の手に握られ、彼らの生活は豊かさを増していきました。しかしその中で、ラメクはある日、自らの力を誇示するかのように、妻たちにこう語りました。アダとチラよ、私の言葉を聞け。私は傷を負わせた者を仕留め、打ち傷を負わせた若者を討ち取った。もしカインが7倍の報復を受けるなら、ラメクは77倍の報復を受けるであろう。ラメクの言葉には、復讐の連鎖や暴力がもたらす悲劇的な運命が込められていました。彼の家系に流れる血には、カインから受け継がれた罪の影響が続いていたのです。ラメクの言葉は、暴力がもたらす終わりなき報復の危険性を警告しているようでもありました。カインの子孫たちは、その才知と技術で文明を築き上げ、豊かな社会を生み出しましたが、同時にそこには暴力と報復の影もまた潜んでいました。彼らの歩んだ道は、人間の創造性と破壊性が交差する場所であり、文明がもたらす恩恵と、同時にそこに秘められた危険性を後世に伝えるものとなったのです。このようにして、カインの子孫たちは新たな文化と技術を生み出しながらも、その中に潜む罪と報復の影を抱え続け、複雑な人間の本質を象徴する存在として歴史に刻まれました。カインが放浪者となり、その子孫が新たな文明を築いている間も、アダムとエバは罪と悲しみの中で日々を過ごしていました。彼らは失われたエデンの園と、最愛の息子アベルを奪われた痛みを胸に抱きながら、
静かな祈りと共に過ごしていました。彼らの心には、アベルが神の祝福を受けたにもかかわらず、その命を失ってしまったことへの深い悲しみが刻み込まれていました。しかし、神はそんなアダムとイブに再び希望の光を授けました。エヴァは再び身ごもり、新たな息子を産みました。その子にセツと名付け、イブは心の奥から感謝を捧げました。神はカインによって失われたアベルの代わりに、私に新たな子を授けてくださったと、イブは神の恵みを喜びました。セツは、神に選ばれた存在としての役割を背負い、神と人々との新しいつながりを築くべく、この世に生まれたのでした。セツはアダムとイブの信仰と愛情の中で育ちました。彼が成長すると、やがて彼にも息子が生まれました。その子にエノシュと名付けられた時、セツとその家族、そして周囲の人々は、これまで以上に神の存在を感じるようになりました。エノシュの誕生をきっかけに、神に向かって祈りを捧げ、神の名を呼ぶという習慣が人々の間に広まっていったのです。それまでの時代、人々は神の存在を意識しながらも、祈りという形で心を神に捧げるという行為は、まだ一般的ではありませんでした。しかし、セツとエノシュの代になり、神に対する信仰の形が新たな段階に入ったのです。彼らは自らの弱さや悩み、そして未来への願いを神に託し、心からの祈りを捧げました。こうして人々は自分たちの力だけで生きるのではなく、神に導かれる存在として、自らの道を歩んでいく意識を持つようになりました。セツの家系から始まった神への祈りは、後の世代にも受け継がれ、人々は神に感謝を捧げ、また助けを求めるようになりました。この祈りは、神との関係を深め、互いに支え合う信仰の形として定着していったのです。祈りの言葉は人々の心を癒し、希望をもたらし、苦しい時に光を示すものであり、彼らの生活の一部となっていきました。こうして、アダムとイブの失われた息子アベルに代わり、セツとその子孫たちが神との新しい関係を築き上げていきました。セツの誕生は、ただの新しい命ではなく、神と人とのつながりを再び確立する象徴となり、祈りという形で人々の心に神の存在を永遠に刻むものとなったのです。